本当にこの時期はめちゃめちゃ辛かったなと思います。フランス語に対するモチベーションも全然なかったです。すごいネガティブになってましたね。ごちょとるもん、ごもいです。さき。今日はですね、海外生活のリアルについてちょっとお話をしたいと思います。で、やっぱ今さ、海外に住みたいっていう人も結構多いと思うの。でも、やっぱり SNS とかで見るようなキラキラな素敵な世界だけではないし、いいところと悪いところは表裏一体なので、実際私が海外生活をしてみて、最初の方はこういう経験とか、辛いこともあったよっていうのをちょっとだけシェアしたいと思います。今まで多分私こういう話をしたことがないと思います。 SNS とか公の場で公の場でっていうのもあれなんだけど、でそれはなぜかっていうと、私がかっこ悪いところを見せたくないんですね。自分が弱ってるところとかすごい辛い部分とかを見せたくなくて、なので今回はちょっと多分初めて話すだろう内容をお話しすると思います。どっかで言ってたらごめん。じゃあまず何から話そうかな。ちなみに私自身レユニオンに住んで8年になります。多分今年で8年。わかんない。2015年に来たからもっと。よく聞かれるのが、レユニオンに来た時点でフランス語ってどのくらい話せてましたっていうのをよく聞かれるんですけど、本当にゼロ状態で来ました。大学では英語と中国語をやってたんですけど、でもフランス語は本当ノータッチだったので、ボジョーしか言えないし、私の名前はにあたるジュマペルもわからなくて、なので本当来た当初は宇宙人状態。マジで周りが何言ってるのか本当にわかんないし、何で笑ってるのかもわかんないので、絶対悪口言ってんなってずっと思ってました。なんかね、その現地の言葉を理解できないっていうだけですごい周りの人が自分に対して敵意を持ってるって思っちゃってた。だからなんかここの人が言ってるわけじゃないんだけど、あいつフランス語も理解できないのにここに来たのかよって言ってるってなんか勝手に解釈してた。絶対言わないけどね、ここの人。それプラス私自身もフランス語を学びたいっていうモチベーションがなくて、でそれがなぜかっていうと、生徒がいれば通訳になるんですよ。当時は何もかもわかんないので、基本的には生徒と一緒に行動する感じだったので、そうするともう生徒がいれば全然問題ないんですよ、基本的に。だから自分のフランス語に対するモチベーションも全然正直なかったです。でもやっぱりね、結構苦痛になってくるの。周りが何言ってんのかなっていうのは気になるし、やっぱり話に入りたいなっていうのもあるし、それがねどんどん苦痛になってきて、生徒に何喋ってたのとか聞いたり、こうやって言いたい場合はどうやって言うのとかをだんだん聞くようにはなりました。でも本当にこの時期は今考えるとめちゃめちゃ辛かったなと思います。あとは日本だと土日関係なくてもモールとかスーパーとかって空いてるじゃないですか。ここは基本的には日曜日と月曜日の朝はスーパーもモールも空いてないので、そのお休みの日に家にいるっていうことにまず慣れなかったです。日本だと結構出かけるのが好きだったので、日曜日ずっと家にいるで何をしようっていうのが本当辛かったですね。あとはもうどこも行けない。私免許持ってないんですけど、日本だと免許なくても電車で行けるんですよ。こっちだと本当車社会なので、車がないと本当どこにも行けない。一応バスはあるんだけど、あんまり一人では乗らないようにって言われてたりとかしてたので、最初ねわかんないしね、フランス語も話せないし、そりゃ心配だろって感じなんだけど、一人でどこにも行けないっていうのもすごい辛かったです。私一人じゃ何もできないってすごいネガティブになってましたね。あんまりホームシックとかそういうのとか思ったことないんだけど、その来た当初は本当にセドに別れようって言われたら、私はもう日本に帰ることもできないみたいな感じだった当初。なんか追い込まれてたなって感じ。それプラスご飯が合わなかったんです。今はねもう慣れていろいろと食べれるようになったんだけど、その当初はジュゲコントンネっていうチャーハンと、あとソテーミンっていうこっちの焼きそばしか食べれなかった。あとはパン。でもやっぱりね、ずーっとパンって飽きるのよ。よくみんな飽きないなと思うんだけど、本当はねお米を食べればいいんだけど、
お米もこっち日本米みたいな感じじゃなくて、どっちかっていうとタイ米とかジャスミン米みたいな長くてパサパサしたご飯なんですね。私あれがもともと苦手で食べる気もあまり起きず、本当今思うとあの時何食べてたんだろうって本当に思うんだけど、それでも海外生活を続けた理由は、こんなに大変な境遇は後々すごい自分の糧になるなと思ったんです。だってさ、もうさ、こんなになんかいろいろ大変な状況って多分今後ないだろうし、日本の生活にもし戻ったらここよりは絶対生ぬるい環境にはなるので、ここでもし乗り越えて生きていけたら、もう自分は無敵になれるって本気で思ってました。社会人の時の社訓かなんかが、継続は力なりっていうことわざだったんですけど、これがずっと継続してたら後にはちゃんと自分の力になって帰ってくるよっていうことわざなんですけど、合ってるかな社会人を辞めてすぐにこっちに来たので、多分無意識のうちに投げ出さないで続けるっていうのを続けてたんだと思います。社会人になるまでは本当に飽き性で、こっち行ったりあっち行ったりみたいな感じだったんですけど、でもやっぱり会社に入って何かをやり続けることが自分の力になるっていうのを身をもって感じた部分だったので、今は大変だけど後々自分の力になるっていうのを信じてやってたんだと思います。今考えるとね多分ね、その当時はそんなこと考えずに日々をどう乗り越えるかっていうのにフォーカスしてたと思うんだけど、今考えるとそうだと思います。でもやっぱり思ったのは、短期間その国に住むのと長期間その国に住むのとでは見え方が違ってきます。短期間だといいところだけ見れて素敵だなで終われるんですけど、長期間になると素敵だなからめっちゃリアルっていうリアルな部分もどんどん出てくるんですよね。多分これはね、本当どの国に住んでもそうだと思います。で、日本の中にいた時は、私は日本の中のこの出る釘は打たれるじゃないけど、何か新しいことを始めるって言った時に弊害が多いと思うんですね。周りの目が気になったりとか、それはちょっとやめとけばって言われたりとかが多くて、そういうのがすごく嫌だなと思って海外生活をしたいと思ったんですけど、今は一周回って日本の良さがすごいわかります。これはね、私の周りに日本好きが本当に多いの。なので日本の良さをすごい事細かくプレゼンしてくれるんですね。なのでその影響もあるかもしれないです。例えばね、よく言われる時間の正確さだったりとか、おもてなし力だったりとか、気配りの部分とか、サービスの質の高さだったりとかね。日本に住んでた時はそれが当たり前だったんですけど、海外で同じレベルの国があるかって言われたらまずない本当にない。なので逆に日本の、店員さんとか、もうちょっと気を抜いてもいいんじゃないかなって思う部分とかはあります。こっちのお店の人ってすごくフランクだったりとか、丁寧さはあるけど、お客様が神様っていう感じではなくて対等だったりとかな感じがするな、私的には。あとは外から見ると日本語ってすごいなっていうのがわかります。なんでかっていうと、日本人的にはさ、みんな当たり前のようにひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字があって、それを認識してるじゃないですか。これはひらがなっていうか、そんなこと多分考えないよね。これはこう読むなって認識できるんですけど、海外の人は日本語を学びたいけど、それを全部覚えるのが大変だからって言って諦める人が結構多いです。だってさ、海外では基本的にはアルファベット26個覚えとけばどうにかなるのよ。こう読むんだろうなとか、こういう意味だろうなっていうのがわかるんだけど、ひらがながあってカタカナがあって漢字があって最後ローマ字がある。なのでそこでちょっと苦戦する人が結構多いです。それね、ほんとこっちに来てから初めて知った。と思って。で、あとね、驚いたのが、日本語は世界の言語の中でも極めて汚い言葉が少ないです。ほんとね、フランス語って結構汚い言葉多種多様なの。結構いろいろいっぱいあるんだけど、でも日本語に直訳すると全部クソになるんです。多分クソ。ちょっとそれはね、すごい日本人的には誇らしいなって思いました。それ以上にやっぱ美しい言葉が多い。だからそんなところまで称賛してくれるのに正直びっくりしました。本当日本の中にいて日本人として生きてきたら全然気づけなかった部分です。あとレユニョンに住んでて結構日本で生活してみたいと
か。まあでも生活してみたいはあんまりないかな。やっぱ生活するってなるのと旅行で行くっていうのは結構な差で違うので、もしそのユニョンの人が日本で暮らしたいっていうことがあれば、やっぱりキラキラな部分なだけじゃないし、働き方がまずいろいろと違うので、そこでって思うのもあると思います。はい。というわけでね、今後海外に住みたいとか、今海外移住してる人とかで結構悩んでる人とかも多いと思うんですけど、やっぱりいいところだけではなくて、大変な部分だったりとか、って思うところは必ず出てきます。ここをどう自分と折り合いをつけて過ごしていくかが大事だと思うので、もし今ね、大変な境遇とかにあっても、あなただけじゃないんだよっていうことをちょっとお伝えしたかったです。みんな多分通ってる。言わないだけで。みんな通ってて、みんな大変だけど、やっぱりその国が好きだから、その国で生活することを選択してると思います。というわけでまたね、これがためになったのかためになるのかはよくわかりませんがちょっとでもいいねと思ったらぜひいいねボタンお願いします。Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.